皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。皆さんはふと自分って何もできないなと思うことってありますか？今日は無力感についてお話ししたいと思います。無力感とは、自分は何もできない、自分には力がないと感じて虚しい気持ちになることです。今日は私が最近感じた無力感についてお話しします。そしてこの気持ちとうまく付き合っていく方法も一緒に考えていけたらいいなと思っています。最近私は無力感を感じる瞬間がありました。それは他の人と自分を比べた時です。私には妹がいるんですが、最近妹が家族に大きな声で〇〇はすごいなぁと褒められているのを聞いて、ふと無力感に包まれました。妹は年上の方々とゴルフに行ったんです。その人たちは何個も会社を経営している社長やお医者さんなどビジネスの成功者ばかりでした。そしてその経営者や専門職の人たちとつながる能力、疲れる能力を持っている妹を見て、両親は感心していました。それを見たとき、私はなぜか自分にはその能力がないと感じてしまいました。まるで私には価値がない、その能力がないと言われているような気がして、勝手に落ち込んでしまったんです。私は劣っていると感じてしまいました。でもこんなことで無力感を感じるのってどうしてなんだろうと考えました。私もそうなりたいと思っているからなのかな。人よりも私は優れているべきという傲慢さから来ているのかな。私は人に大切に丁寧に扱われるべきという思い込みがあるのかもしれないな。そんな風に考えていたら、以前お話しした心が壊れる職場のエピソードを思い出しました。初めてやる仕事で、なんでこんなこともわからないのと怒られたとき、私はすごく悲しかったんです。それは新人には初めてやることをわかるように説明するべきという私の信念、思い込みがあったからなのかもしれないなと思いました。だからこそ余計に悲しくなったのだと思います。話が少しそれましたが、無力感に押しつぶされないためにはどうすればいいのでしょうか。無力感に押しつぶされそうな時、そんな時こそ思い出してほしいことがあります。私には私のいいところがある。あると信じてみてください。人の価値や考え方は世界にいる人の数だけある。人が大切にしている価値、信念、思い込みはこの世界にいる人の分だけある。しかし人と比較するとネガティブになりがちです。その原因の一つは幸せでない自分を前提にしてしまう思い込みがあるのではないかと思います。幸せでないのが自分であるという思い込みです。幸せでない状態がデフォルトになっているのです。私にはできないという無力感、自己効力感の低さから来る、どうせ私には能力がない、どうせ私は幸せにはなれないという思い込みです。自分には能力がない、幸せになれないと思い込むことで、余計に幸せを見つけにくくなり、むしろ不幸を探すようになるのです。そして不幸な出来事があると、ほらね、やっぱり私は幸せにはなれない。
と答え合わせをしてしまうのです。無意識のうちに私イコール幸せでないという公式に当てはめようとします。これは一種の思い込みです。思い込みならばこそ、私イコール幸せでないという公式を私イコール幸せという公式に変えていけるのではないかと思っています。ではなぜ幸せを自分に許すことができない、幸せを禁止しているのでしょうか。それにはいろいろな理由があると思います。ですが、過去に我慢することで認められたという経験が影響しているのかもしれません。例えば、遊びたい気持ちを抑えて勉強し褒められた。自分がやりたくないことをやっているときに認められた。望まないことを続けることで承認された。そうしたことの積み重ねで欲求を抑えて我慢する状態、幸せでない状態にメリットがあると学習してしまったのです。幸せでない状態で得られる何らかのメリットがあったのでしょう。しかし、その思い込みは変えられると思っています。私自身も変えたいと思っています。この思い込みを変えるには、私イコール幸せでいい、私は幸せであっても大丈夫と学び直す必要があります。最初は怖いかもしれませんが、自分が求めるもの、幸せな状態になることを貪欲に追い求めていくことが大切です。むしろ自分の幸せを貪欲に求めていくしかないとも思います。そのためにはほんの少し勇気を出して自分が本当にやりたいことをやってみるのが大事だと思います。勇気はいりますが、一歩ずつ進んでいけたらいいですよね。じゃあ具体的にどうすればいいのでしょうか。一つ目の方法は、自分が好きなことに夢中になり、飛び込んでいく、挑戦することです。私の場合ですが、海外旅行に行く、語学を学ぶ、ピラティスをする、ピラティスを学ぶなどです。二つ目の方法は、無力感を感じたときに違うことに集中することです。例えば、好きな動画やアニメを見る、好きな漫画を読むなどです。三つ目は、ネガティブな感情の場所にとどまらない。ネガティブな感情の状態に長くいないことです。気持ちが沈んだら違うことをしてみる。四つ目は、自分自身を楽しませてあげる。どんな風に自分を楽しませてあげようかなと考える。自分で自分に幸せをあげることです。例えば、美味しいご飯を自分に食べさせてあげる。温かい温泉やお風呂で自分をリラックスさせてあげる。かわいい服を自分に着せてあげるなどです。5つ目は自分の気持ちをチェックすることです。今、私はいい気分かなと自分に聞いてみる。もし違ったら少しでも良くなるように工夫してみます。常に自分を心地よい状態にしてあげる。また自分を心地よい状態に置いてあげます。大事なのはいつまでもネガティブな感情の中にいないことだと思っています。私の経験から言うと、ネガティブな感情に浸っていても何も生まれませんでした。悲しくなるのはもちろん自然なことです。悲しみは人としての自然な感情なので、感じていいものです。
一通り悲しみを味わったっていいのです。でも私の場合は、その悲しみから早く抜け出す工夫をすることが自分のためになりました。例えばドラマを見たり、次の楽しい予定を考えたり、そうしているうちにさっきまでの悲しみを客観的に見ることができるようになります。そうすると、じゃあこれからどうしようかと考えられるようになるんです。無力感から来る悲しみの中にいてもいいですが、時間は私たちを置いて進んでいきます。私たちの人生の時間、命も少しずつ減っていきます。だから私は思います。残りの人生のことを考えると、悲しみに支配されるよりも楽しいことを考えている方がいいと、そんな気がしています。皆さんはどうでしょうか？一時悲しくなってもいいです。無力感を感じてもいいです。でもその後で、私は幸せになってもいいんだと思ってあげてくださいね。自分の幸せを願ってあげてくださいね。今日は無力感についてお話ししました。無理に無力感を消そうとしなくて大丈夫です。でもその感情に支配されることなく、少しずつ自分を大切にして幸せにしてあげられたらいいですよね。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。皆さんはふと自分って何もできないなと思うことってありますか？今日は無力感についてお話ししたいと思います。無力感とは、自分は何もできない、自分には力がないと感じて虚しい気持ちになることです。今日は私が最近感じた無力感についてお話しします。そしてこの気持ちとうまく付き合っていく方法も一緒に考えていけたらいいなと思っています。最近私は無力感を感じる瞬間がありました。それは他の人と自分を比べた時です。私には妹がいるんですが、最近妹が家族に大きな声で〇〇はすごいなぁと褒められているのを聞いて、ふと無力感に包まれました。妹は年上の方々とゴルフに行ったんです。その人たちは何個も会社を経営している社長やお医者さんなどビジネスの成功者ばかりでした。そしてその経営者や専門職の人たちとつながる能力、疲れる能力を持っている妹を見て、両親は感心していました。それを見たとき、私はなぜか自分にはその能力がないと感じてしまいました。まるで私には価値がない、その能力がないと言われているような気がして、勝手に落ち込んでしまったんです。私は劣っていると感じてしまいました。でもこんなことで無力感を感じるのってどうしてなんだろうと考えました。私もそうなりたいと思っているからなのかな。人よりも私は優れているべきという傲慢さから来ているのかな。私は人に大切に丁寧に扱われるべきという思い込みがあるのかもしれないな。
そんな風に考えていたら、以前お話しした心が壊れる職場のエピソードを思い出しました。初めてやる仕事で、なんでこんなこともわからないのと怒られたとき、私はすごく悲しかったんです。それは新人には初めてやることをわかるように説明するべきという私の信念、思い込みがあったからなのかもしれないなと思いました。だからこそ余計に悲しくなったのだと思います。話が少しそれましたが、無力感に押しつぶされないためにはどうすればいいのでしょうか。無力感に押しつぶされそうな時、そんな時こそ思い出してほしいことがあります。私には私のいいところがある。あると信じてみてください。人の価値や考え方は世界にいる人の数だけある。人が大切にしている価値、信念、思い込みはこの世界にいる人の分だけある。しかし人と比較するとネガティブになりがちです。その原因の一つは幸せでない自分を前提にしてしまう思い込みがあるのではないかと思います。幸せでないのが自分であるという思い込みです。幸せでない状態がデフォルトになっているのです。私にはできないという無力感、自己効力感の低さから来る、どうせ私には能力がない、どうせ私は幸せにはなれないという思い込みです。自分には能力がない、幸せになれないと思い込むことで、余計に幸せを見つけにくくなり、むしろ不幸を探すようになるのです。そして不幸な出来事があると、ほらね、やっぱり私は幸せにはなれないと答え合わせをしてしまうのです。無意識のうちに私イコール幸せでないという公式に当てはめようとします。これは一種の思い込みです。思い込みならばこそ、私イコール幸せでないという公式を私イコール幸せという公式に変えていけるのではないかと思っています。ではなぜ幸せを自分に許すことができない、幸せを禁止しているのでしょうか。それにはいろいろな理由があると思います。ですが、過去に我慢することで認められたという経験が影響しているのかもしれません。例えば、遊びたい気持ちを抑えて勉強し褒められた。自分がやりたくないことをやっているときに認められた。望まないことを続けることで承認された。そうしたことの積み重ねで欲求を抑えて我慢する状態、幸せでない状態にメリットがあると学習してしまったのです。幸せでない状態で得られる何らかのメリットがあったのでしょう。しかし、その思い込みは変えられると思っています。私自身も変えたいと思っています。この思い込みを変えるには、私イコール幸せでいい、私は幸せであっても大丈夫と学び直す必要があります。最初は怖いかもしれませんが、自分が求めるもの、幸せな状態になることを貪欲に追い求めていくことが大切です。むしろ自分の幸せを貪欲に求めていくしかないとも思います。そのためにはほんの少し勇気を出して自分が本当にやりたいことをやってみるのが大事だと思います。勇気はいりますが、一歩ずつ進んでいけたらいいですよね。
じゃあ具体的にどうすればいいのでしょうか。一つ目の方法は、自分が好きなことに夢中になり、飛び込んでいく、挑戦することです。私の場合ですが、海外旅行に行く、語学を学ぶ、ピラティスをする、ピラティスを学ぶなどです。二つ目の方法は、無力感を感じたときに違うことに集中することです。例えば、好きな動画やアニメを見る、好きな漫画を読むなどです。三つ目は、ネガティブな感情の場所にとどまらない。ネガティブな感情の状態に長くいないことです。気持ちが沈んだら違うことをしてみる。四つ目は、自分自身を楽しませてあげる。どんな風に自分を楽しませてあげようかなと考える。自分で自分に幸せをあげることです。例えば、美味しいご飯を自分に食べさせてあげる。温かい温泉やお風呂で自分をリラックスさせてあげる。かわいい服を自分に着せてあげるなどです。5つ目は自分の気持ちをチェックすることです。今、私はいい気分かなと自分に聞いてみる。もし違ったら少しでも良くなるように工夫してみます。常に自分を心地よい状態にしてあげる。また自分を心地よい状態に置いてあげます。大事なのはいつまでもネガティブな感情の中にいないことだと思っています。私の経験から言うと、ネガティブな感情に浸っていても何も生まれませんでした。悲しくなるのはもちろん自然なことです。悲しみは人としての自然な感情なので、感じていいものです。一通り悲しみを味わったっていいのです。でも私の場合は、その悲しみから早く抜け出す工夫をすることが自分のためになりました。例えばドラマを見たり、次の楽しい予定を考えたり、そうしているうちにさっきまでの悲しみを客観的に見ることができるようになります。そうすると、じゃあこれからどうしようかと考えられるようになるんです。無力感から来る悲しみの中にいてもいいですが、時間は私たちを置いて進んでいきます。私たちの人生の時間、命も少しずつ減っていきます。だから私は思います。残りの人生のことを考えると、悲しみに支配されるよりも楽しいことを考えている方がいいと、そんな気がしています。皆さんはどうでしょうか？一時悲しくなってもいいです。無力感を感じてもいいです。でもその後で私は幸せになってもいいんだと思ってあげてくださいね。自分の幸せを願ってあげてくださいね。今日は無力感についてお話ししました。無理に無力感を消そうとしなくて大丈夫です。でもその感情に支配されることなく、少しずつ自分を大切にして幸せにしてあげられたらいいですよね。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしております。